は長谷川の72分の1スケール旧金型版のメッサーシュミット BF109E の仮組みを行います。旧金型ということは新金型もあるのね。そうそう、旧金型は1976年に発売され1987年頃まで出荷されていたのかな。新金型は1992年に AP 体で発売された。こちらも定番品から外れている状況。たまに限定でカール品で再販されているのね。そういった経緯からも旧金型は絶版と言っていいかと思います。長谷川は新旧金型を同時販売している期待もありますけどね。もしかすると新金型は旧金型を元に作られたのかな。と言いますと、ランナー構成が同じ部分が多いので。確かに大まかな構成は同じね。主翼裏側の金型による模様も同じような感じ。そうなんですけども、長谷川コンプリートワークスによるとパーツ流用なしの新金型と紹介されていた。旧金型を参考としたが新規金型ですよってこと？本当は旧金型を回収したのではと勘ぐります。なので旧金型は発売できないのではとも。 AP 体登場時に旧金型は黒パッケージで再販されました。そのラインナップに BF109E がなかったのは旧金型が回収されてなかったってことなのかもね。以上、素人探偵の冠です。それでですね、お気づきかと思いますが前回のバンダイに14分の1との比較用ですでに登場しています。2週続けて BF109E ですものね。比較用に組んでみましたのでせっかくなのでこちらもレビューということです。なるほど。実は旧金型版は偶然手に入れたキットヤフオクのまとめ売りプラモを買った際に同枠されていた。送料のことを考えると個別で買うよりもまとめ売りの方がお得ですからね。そうなんですけどもこのキットは商品写真にはなかったんだよね。どういうこと？同じ長谷川の旧金型スピットファイアが2箱入ってまして、そのうちの1個の中身が BF109E だったわけです。なるほど、別のキットが入っていたのね。結果的にはダブルよりも良かったわけですけど。そんな BF109E ですが機体の特徴など教えてください。歴史上最も生産された戦闘機として知られている。スペイン内戦から始まりドイツ敗戦まで改良を続けた。戦後も独自改良された機体が活躍してますね。長い歴史のある戦闘機型式もたくさんある中で長谷川旧金型版は E 型と G 型が出ている。今回は E 型ですね。 E 型はポーランド侵攻からバトルオブブリテンぐらいまで使われたのかな。バトルオブブリテンではスピットファイアと戦いましたね。 BF109E がスピード重視の一撃離脱戦法を駆使しスピットファイアは運動性で勝負する機体であった。性格が違う戦闘機同士が激突したわけね。 BF109E は航続距離が短い。ドーバー海峡上空での空戦可能時間は15分程度だったみたい。後に増装を配備した E7 などが登場したのね。今回のキットは E4 と E7B の選択キット。あのネズミもマーキングで使われています。今だとこのデカールをつけるのは難しいのかしら。それでは有名どころのみですが BF109E に絞って他メーカーの動向を同スケールで紹介しますね。お願いします。まずは1962年のレベルからなのだ。翌年の1963年には日本の大滝からも出ている。大滝も72分の1スケールで出していたのね。1973年にはイギリスのマッチボックスからも出た。1975年にはエアフィックスが旧金型版を出している。エアフィックスは F 型を1956年に出してました。1976年に今回紹介する長谷川旧金型版が発売された。ここで出てくるわけね。1988年にはアカデミーからも発売されている。こちらはオリジナルっぽいわね。1992年には長谷川新金型版が AP 体として出た。ここでリニューアルされるのね。2000年にタミヤからオリジナルキットとして発売された。ウォーバードコレクションね。2004年に ICM、2007年にホビーボスと発売され、2012年にエアフィックスの新金型版が発売された。いわゆる赤箱ね。2022年にエデュアルドからも出ているのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは橋を爆撃中の BF109E7B のだ。マーキングからだと東部戦線かしら。では中身を開けていくのだ。ダークグリーンのランナーが2枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは2種類。第210高速爆撃航空団第3飛行隊所属機の BF109E7B、 第26戦闘航空団アドルフ・ガーランド少佐機で BF109E4
なるほど。部品点数は34点。初期長谷川の対戦機シリーズ、部品点数もちょうどいい感じですね。では長谷川72分の1スケール旧金型版メッサーシュミット BF109E の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で2パーツ。座席と一体となった操縦席床と操縦桿。ある程度ディテールはある感じですね。後ほど計器パネルを胴体につける。パイロットはついてますね。ついてます。次はエンジンですね。エンジンは水冷エンジンとなる。と言ってもエアインテークを切り出しすのみ。選んだ型式によって形状が違うのね。そうなのだ。次はプロペラね。プロペラは3枚ペラで一体パーツ。スピナーで挟み込んで終了。スピナー形状も型式によって違うのね。BF109E4 を選んだ場合は穴が開いています。将来的にモーターカノンを搭載するかもって穴だったのかしら。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。計器パネルを挟み込んで接着する。操縦席は後から組み込むのね。操縦席は主翼に接着する。胴体のモールドはどうでしょうか。大モールドとなる。やや浅めかな。主翼はどうでしょうか。主翼は全部で3パーツ構成。ふむふむ。主翼下部パーツに左右主翼上部パーツを接着する。主翼下部の中央に操縦席を取り付けるのね。この段階で塗装は済ませた方がいいのだ。機銃などは主翼と一体ね。主翼下面に気筒管とマスバランスを取り付ける。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも大モールドとなる。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む簡単な構造。尾翼は支脚も取り付けね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなっているので操縦席の開閉選択はできない。型式ごとにキャノピーパーツがあるのね。内部に背もたれを取り付ける。透明度は問題なしね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで3パーツ構成。タイヤとステャクとカバーの構成ね。次は尾輪ですね。尾輪は胴体と一体成形となっている。なるほどね。次はアクセサリーね。アクセサリーは胴体下部に爆弾を取り付けられる。 BF109E7B のみね。最後に総評なのだ。今回は長谷川の72分の1スケールメッサーシュミット BF109E の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。1976年発売で1992年頃に代替わりしたキット。旧金型ながら大モールドに好感が持てた。少ない構成で愛もそこまで悪くない。値段によっては今でも通用しそうな内容ですね。旧キットが A 体の定番品として残っていたら定価800円ぐらいだったのかな。それぐらいならば気軽に買える値段ですね。 AP 体は32年前2200円で販売していたのでこの価格以上で設定することになる。 AP 体の生き残りを見てみると据え置き1200円となりそうですね。その値段だと後発のタミヤよりも高い価格となってきますね。定番品に残せない理由はここら辺もあるのかもね。鮮度と価格で勝てないってことね。限定で買える品だったら少々高めでもとなるわけだ。歴史上最も生産された戦闘機が飛行機の長谷川と言われるメーカーの72分の1スケール定番品から消えているのも寂しいですね。 AP 体の価格設定が足かせとなってしまったのかな。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。